ようこそ。これからご紹介するのは、深い山の奥にある小さな料理店での出来事。この場所を舞台に迷い込んだ2人の紳士の運命が狂い始めます。あるところに狩猟のために山を訪れていた2人の若い男がいました。鳥でも獣でも何でもいいから早く撃ちたいものだな。鹿の横っ腹なんぞに2、3発お見舞いしたら随分痛快だろうね。その後も山を歩き続ける2人。ついに死んでしまった犬を見てこう言いました。僕は2400円の損害だ。2800円の損害だ。彼らは生き物に対する敬意がありませんでした。次第に顔色が悪くなる2人。そしてとうとう限界が来ました。僕はもう戻ろうと思う。僕も戻ろうと思う。しかしどちらへ行けば戻れるのか見当がつかなくなっていました。その時現れたのは立派な西洋造りの料理店、山猫軒。導かれるように玄関へ向かう2人。この決断が2人を悲劇に導くことを彼らはまだ知りませんでした。玄関に立つと扉に張り紙がありました。どなたもどうかお入りください。決してご遠慮はありません。ご遠慮？ここはタダでご馳走するんだぜ。世の中うまくできてるね。2人はひどく喜びます。扉を開けると裏側にも張り紙が。ことに若いお方は大歓迎いたします。僕らは大歓迎に当たっているのか。親切なお店だね。2人はさらに大喜びです。廊下を進むとまた張り紙が。当軒は注文の多い料理店ですからどうかご承知ください。なかなか流行ってるんだ、こんな山の中で。そりゃそうだ。東京にだってなかなかない店だ。どうもうるさいことにまた一つ張り紙が。ここで紙をきちんとして履物の泥を落としてください。山の中だと思って見くびっていたが、これはどうもごもっともだ。きっとよほど偉い人たちがたびたび来るんだ。次の張り紙は鉄砲と弾をここに置いてください。なるほど。鉄砲を持って物を食うという法はない。よほど偉い人が来ているんだ。もしかすると貴族にお近づきになれるかもしれないよ。どうか帽子と上着、ズボン、靴をお取りください。どうだ、取るか。仕方ない、取ろう。確かによっぽど偉い人なんだ。奥に来ているのは貴族というのもあながち間違いではないようだな。メガネ、財布、その他金物類、ことに尖ったものはみんなここに置いてください。はっは、料理に電気を使うと見えるね。そうだろう。してみると会計はここで払うのだろうか。壺の中のクリームを顔や手足に塗ってください。クリームを塗れというのはどういうことだ。これは外が非常に寒いだろう。部屋の中が暖かいとひびが散れるから、その予防なのではないかな。するとここに来て扉に念押しの張り紙がありました。クリームをよく塗りましたか？耳にもよく塗りましたか？そうそう、耳には塗ってなかった。細かいとこまでよく気がつくよ。用意周到だね。料理はもうすぐできます。すぐ食べられます。早く頭に香水を振りかけてください。この香水は変にすくさい。どうしたんだろう。スタッフが風邪でもひいて間違えて入れたんだ。そしていよいよ最後の注文になりました。いろいろ注文が多くてうるさかったでしょう。お気の毒でした。もうこれだけです。どうか体中に壺の中の塩をたくさんよく揉み込んでください。
どうもおかしいぜ。注文というのは向こうがこっちへ注文してるんだよ。だから料理を来た人に食べさせるのではなくて、来た人を料理にして食べるということなんだ。これはそのつまり僕らが。もう物が言えませんでした。奥の方にはまだ1枚扉があり、大変結構にできました。さあさあ、お腹にお入りくださいと書いてありました。ドアは少しだけ開いており、隙間から青い目玉がこっちを覗いています。うわ2人はガタガタ震えが止まりません。ガタガタしながら後ろの扉を押して引き返そうとしましたが、扉はもう一ぶたりとも動きません。青い目はどんどん増えていき、さまざまな声が聞こえてくるようになりました。お客さん方、早くいらっしゃい。お皿まんも洗ってナッパも塩で揉んでおきまして、あとはあなた方とナッパを取り合わせてお皿に乗せるだけです。そんなに泣いては別格のクリームが流れるじゃありませんか。早くいらっしゃい。2人は顔がくしゃくしゃの紙くずのようになり、ブルブル震え、声もなく泣きました。その時、後ろから犬の鳴き声がし、死んでしまった2匹の犬が扉を突き破って部屋の中に飛び込んできました。犬たちは青い目の方に吸い込まれるように飛んでいき、激しい音が鳴り響いた後、部屋は煙のように消えました。気がつくと2人は寒さにブルブル震えながら草の中に立っていました。服はあちこちに散らばっていました。すると犬たちがふーっとうなってゆっくりと戻ってきました。2人はにわかに元気づいて東京に帰りました。しかし紙くずのようになった2人の顔だけは東京に帰ってもお湯に入ってももう元には戻りませんでした。いかがだったでしょうか。この作品は宮沢賢治さんが1924年に出版された「注文の多い料理店」という作品です。冒頭で2人は犬の命をお金の損失としか考えられないような自然界に敬意のない考え方の持ち主でした。しかしその犬たちに命を救ってもらい、彼らは何を考えたのでしょうか。時代が変わり、動物に対する価値観も変わった現代、さらに平和な世の中になっていくことを願っています。ご乗車いただきありがとうございました。